朝の一杯、仕事の合間にほっと一息、夜の街角でコーヒーカップ片手に歩く人の姿も、もはや都会の風景の一部。だけど、ちょっと立ち止まって、その紙カップをよく見て、緑と白で描かれたあの女性の姿。彼女の名はセーレーン。スターバックスのロゴに描かれているのは、ギリシャ神話に登場する人魚の姿をした怪物なのだ。セーレーン。それは古代の船乗りたちを惑わせた美しい歌声の主。航海中の男たちはその甘く魅惑的な声に誘われて舵を切り、気づけば暗礁に乗り上げ、船もろとも沈んでしまう。美しいものには毒がある、そう教訓として伝えられる存在。けれど、なぜそんな存在がコーヒーチェーンの象徴になったのだろう。それはスターバックスが1971年シアトルで誕生した時に遡る。創業者たちは航海や冒険のロマンをテーマに掲げていた。スターバックという名も小説「白鯨」に登場する一人の航海士の名前に由来している。そして彼らは海にまつわる神秘的なシンボルを探していた。そこで選ばれたのが相応のセーレーン。初期のロゴには今よりも生々しく、二つの尾を左右に広げたセーレーンが堂々と描かれていた。彼女はまるで私を見て、逃れられないわとでも言わんばかりにこちらを見つめていた。けれど、その大胆な姿は次第に控えめになっていく。1987年、緑色を基調としたロゴに刷新され、さらに2011年には相応はほとんど見えなくなり、顔だけが中心に残された。まるで真実を隠すように、見る者に余韻だけを残すように、静かにその警告は封印されていった。なぜわざわざセーレーンなのか。なぜその姿を時とともに隠していったのか。こんな都市伝説がある。スタバのセーレーンは現代の中毒を象徴している。その魅惑的な微笑みは、見る者を日々の依存に引きずり込む魔力。一杯のコーヒーが心を、財布を、時間を少しずつ奪っていく。あなたは今日何杯目だろう。心地よさという名の歌、香ばしい香りという名の誘惑。セーレーンの歌声はもう音ではない。それはブランドや体験の形を借りて
現代人の五感へと忍び込んでくる中毒性、ルーティン、推し活にも似た習慣か。それを悪だと言いたいわけじゃない。けれどね、自由な選択のはずが、いつの間にか抜けられないパターンになっていたら、セーレーンはあなたのすぐそばにいるかもしれない。ロゴとは本来象徴だ。企業の思想、価値観、そしてブランドの魂が込められる。セーレーンという選択には、創業者たちの後悔や冒険というポジティブなイメージもある。だが、その裏にある寓意、美しいものが持つ危険性も決して無視できない。今ではロゴはシンプルな顔として世界中に広がっている。セーレーンの姿を見てギリシャ神話を思い浮かべる人はもう少ないだろう。だが都市伝説は語る。スターバックスのロゴは警告であると、あなたの心をつかみ離さない。一度口にすればまた求めてしまう。まるで歌声を聞いた船乗りのように、私たちは日々多くの選択をしているようで、その実どれだけ自分の意志で動いているのかは疑問である。便利さ、心地よさ、安心感、そうした快適さに包まれた時、ふと立ち止まってほしい。その背景に何があるのか、その象徴が何を意味しているのか。カップに描かれた彼女があなたの目をじっと見つめていたら、それはもしかしたら戻れなくなる前の最後の警告なのかもしれない。おしまい。